こんにちは。今回は、ジャンヌ・ダルクの生涯をたどります。名もない村の少女は、やがてフランスの運命を動かす存在となりました。オルレアン解放、国王の代官、そして保釈と裁判。資料で確かめられる事実と、後世に生まれた伝説を分けながら、わずか19年の激動を見ていきましょう。15世紀のフランスは、100年戦争のただ中にありました。北部の広い地域は、イングランド軍の支配下に置かれていました。ブルゴーニュ派はイングランドと結び、国内の対立を深めます。1420年、トロワで条約が結ばれました。シャルルの勢力は、フランス南部へ押し込まれていました。戦乱に苦しんだのは、城や軍隊だけではありません。村は焼かれ、畑は荒れ、住民は村を離れました。そこへ、まだ名も知られていない少女が現れます。ジャンヌは、フランスの小さな農村で家族と暮らしていました。村の名はドンレミ。畑仕事や家畜の世話をしながら育ちました。ジャンヌの生まれた年は、正確には分かっていません。裁判記録によれば、13歳頃に不思議な声を聞いたと語っています。この体験は、ジャンヌ自身の証言として、裁判記録に残されています。当時、周辺の村も戦いに巻き込まれ、家や食料を奪われる危険がありました。避難しては村へ戻る生活の中で、彼女の決意は強まっていきます。やがて彼女は、フランス王となるシャルルを助ける使命があると確信しました。ジャンヌが最初に向かったのは、城壁に囲まれた町、ボークルールでした。隊長のボードリクールは、ジャンヌの願いを受け入れませんでした。しかし彼女は村へ戻り、数ヶ月後に再び訪れました。地元の人々が支えると、ボードリクールの態度も変わりました。ジャンヌは髪を短く切り、男性用の服に着替えました。それは敵地を旅するための、現実的な安全策でもありました。一行は冬の夜道を進み、10日余りの旅を経て、シノンへ到着しました。王太子シャルルとの面会には多くの伝説が生まれました。群衆の中からシャルルを見抜いたという逸話は史実と断定できません。確かなのは審査の後、彼女がオルレアンへ送られたことです。当時のオルレアンはフランス側に残された重要な都市でした。イングランド軍は周囲に防御拠点を築き、交通と補給を封じていました。ただし軍の配置には隙間があり、すべての通路を塞ぐことはできませんでした。1429年4月、ジャンヌはロワール川へ到着します。食料と兵を伴った一行は、ついにオルレアンへ入城しました。純白の軍旗を掲げたジャンヌは、市民と兵を力づけました。しかし勝利は、一人の奇跡だけで説明できるものではありません。フランス軍は敵の拠点を一つずつ攻め、包囲網を切り崩しました。5月4日、サンルーの拠点をフランス軍が攻略しました。続いて南岸の守備拠点が攻撃され、戦いはトゥーレルへ移りました。ジャンヌは戦闘中、肩のあたりに矢を受け、負傷します。ジャンヌは治療を受けた後、前線へ戻りました。ジャンヌの軍旗が再び見え、フランス軍は攻勢を強めます。5月7日、トゥーレルの守備拠点が陥落しました。5月8日、イングランド軍が撤退し、包囲は終わりました。オルレアン解放は、戦争の流れを変える転機となりました。勝利の勢いは、ロワール川沿いの戦役へつながります。フランス軍は橋を奪い返し、進軍路を整えました。ジャンヌは前線で旗を掲げ、攻撃の方向を示しました。ジャル城への攻撃が進み、町はフランス側へ戻ります。ムンとボージャンシーでも、イングランド軍は後退しました。6月18日、パテーで石膏が鹿を追い立てました。鹿に驚いた叫びで弓を持つ兵士の位置が分かりました。フランス騎兵が陣地を崩し、敵兵は退却しました。パテーの勝利で、ロワール流域の主導権は大きく傾きました。次の目標は、王太子をランスで退官させることでした。ランスへの道は
敵対勢力の地域を通る危険な進軍でした。それでも多くの都市は戦わずに門を開いていきます。トロワでも交渉の末、王太子の軍が入城しました。この行列はシャルルの正当性を示しました。7月16日、シャルルたちはランスへ到着しました。翌17日、シャルルは大聖堂でフランス王に代官します。ジャンヌは白い旗を手に、祭壇の近くで指揮を見守りました。ジャンヌはシャルルを国王へ導き、使命を果たしたのです。しかし、政治と軍事の判断は、ここから再び食い違い始めます。次に向かったパリでは、同じ勢いは続きませんでした。パリはブルゴーニュ派の支配下にあり、強固な防備を備えていました。フランス軍は9月8日、城壁への攻撃を開始します。深い堀と激しい反撃に阻まれ、進軍は止まりました。ジャンヌは客に石弓の矢を受け負傷します。攻撃の継続を求めましたが、日没までに突破できません。翌日、王の側近たちは撤退を命じました。パリでの敗北により彼女と王を支える人々との関係は悪化します。勝利の象徴だった少女は、政治の制約に直面しました。翌年、ジャンヌは北部の戦場で小規模な作戦を続けました。5月23日、彼女は兵と共に出撃します。ブルゴーニュ軍の反撃を受け、フランス兵は城門へ戻りました。混乱の中で城門が閉まり、ジャンヌは外側に取り残されます。兵に囲まれたジャンヌは、この場所で捕らえられました。これは戦場での出来事で、王が命じた逮捕ではありません。金銭をめぐる交渉の末、彼女はイングランド側へ引き渡されます。裁判の舞台は、イングランド支配下のルーアンに移りました。ルーアンで始まった裁判は、宗教裁判の形式を取りました。裁判長を務めたのは、フランス人司教のピエール・コーションです。法廷には多数の聖職者と書記が集められました。残された記録には、尋問とジャンヌの応答が詳しく記されています。声の内容と、やがて王となる人物との面会が繰り返し問われました。裁判官たちは、教会に従うよう迫ります。神に従うことと、教会組織に従うことを区別しました。男物の服も裁判の争点にされました。彼女は牢での安全のため、その服が必要だと主張しました。裁判は宗教上の真理と同時に強い政治性を帯びていました。有罪判決はフランス王の権威にも影響します。ジャンヌは教会に従う文書へ印をつけました。数日後、再び男性用の服を着たことで再犯と判断されます。こうしてジャンヌは教会からイングランド側へ引き渡されました。1431年5月30日、ルーアンに鐘が響きます。ジャンヌは市場広場へ連れ出され、最後の説教を受けました。ジャンヌの年齢はおよそ19歳でした。この場面を残酷な描写で再現する必要はありません。記録が伝えるのは群衆が見守った公開処刑です。煙の向こうでその短い人生が終わりました。しかし彼女をめぐる政治的な争いはそこで終わりません。2年後、裁判そのものが改めて検証されます。1456年、復権裁判の判決が下されました。以前の有罪判決は不正で無効なものとして取り消されます。彼女の母も娘の名誉回復を求めていました。その後、彼女の姿は時代ごとに異なる意味を与えられます。王を助けた少女、祖国の象徴、信仰の人物として語られました。英雄の物語と資料上の人物は必ずしも同じではありません。資料上の人物は必ずしも同じではありません。記録を読み直す今回の動画はいかがでしたか？感じたことがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。